電気住職三木大雲です、本日はねコラボ会ということでまたまたもう超スペシャルな、方に来ていただいております。なんと森脇健児さんです。やる気元気森脇でございますよ。あれが出会い触れ合い語り合いでございます。すいませんありがとうございます。ご無沙汰してます。はい、実は関西のテレビで、はい、ちょっとご一緒させていただくことが結構ありまして、なんかあんまり森脇健児さんから怪談というイメージがなかったんですけど、僕もあんまりしたこともないですよね。ないですよね。だから確かうちで撮ってる時も、はい、もう帰るって言っておっしゃってあったりしましたけどね。このお寺怖い。怖い。だから怖がりなんですよね。そうですか。怖がりなんですけども、まあでも今もうこの年になってくると、はい、あんまりそういう感じることもないですし、見えることもないですし。そうですか。突然でも年いってから見えるっていう方もおられる。そうですか。そうなんですよ。へー。ある日突然見えることもわかりませんね。その時また呼んでください。またはい。はい、すぐ連絡しますんで。お願いします。ということで今日何か一つ、不思議な話なんですよ。はい、僕オールスター感謝祭、はい、赤坂5丁目ミニマラソンに向けて、もうほぼ毎日のように練習するんですよ、ね。はい、特に3ヶ月前、いつも春と秋にあるんですけど、その春だったら4月1日を逆算して元日から、で秋だったら7月1日から3ヶ月前から週に2回バンバン追い込むんですよ。特に夏場京都なんか暑いから、京都の街中走っててもちょっと耐えられないぞ暑さで。だから僕どこで練習するか言ったら、京都のとある山に行くんですよ。このとある山に行けばそこは観光客がほぼいない。あるんですよ。それはなぜいないかって言ったら、漁師さん、いわゆる漁師さんのためにできた漁師道なんです。だから一方通行でそこを越えていっても何もない。いうところが京都にとある場所がある。そうなんですか。あるんですよ。で、そこを僕は、専門の練習用にして、いるんです。だから走ってる時には、鹿、猿、野ウサギ、キジとか出てくるんですよ。すごい。でこっちには川も流れててっていう、とこでいつも練習してるんですよね。もうなんかアスリートですね。はい、もう乱パン一丁で、頭タオル巻いて走るんですけど、ただ3年に1度ぐらいね、自殺者が出るんですよ。で必ず京都新聞に小さくどこどこの何々町の山でってなるんですよ。実際、そこで僕走ってる時に、すごい異臭をだいたい20メートルぐらいですね、バーッと走ってる途中で異臭を感じるんですよね。嗅いだこともない、すごい匂いがする時があったんですよ。1週間ぐらい。すごいんですよ。でバーッと走るから僕タイム取ってるから突っ切っていくけど、またここでこの匂いやって言ってだからやっぱりしばらくするとそういうのが出てたりするんですね。で、いつものように夏場暑い時にガーッと走ってたんですよ。でいつもだいたい15分間タイム測ってだいたい3キロぐらい山ずっとすごいな。でいつものように気合い入れて行くぞあったあいたらこう走ってたんですよ。走って15キロぐらい15分経ったところでひっくり返って誰もいないですから、それ見た人も怖いですけどね逆に。そう汗いっぱいかいて真夏の京都です、負けるもんかーと言うなら神様見てます僕頑張ってますよ怖い。うわ大丈夫だね。でも誰もいないですから、思いっきり大きな声出してもいいんですよ。でそのまままだ山道歩いていって20分ほどウォーキングするんですけど、でそこでひっくり返ってちょっと歩いて体操やって筋トレをやるんです。ほなね3分もしないうちぐらいに青白い顔した人がね、あるトレーナーを、あるメーカーのトレーナーを着てね、3分も経ってないのに、僕上の方でストレッチやってたらスーッと歩いてくるんですよ。もちろん見ますよね。こんにちはって山やから、なんかこうと見て目を合わさないようにスーッて行くんですよ。青白い顔で細い人なんですよ。これ僕山には似合わない
人相ですし、夏のね、山で、みんな真っ黒系やのに、青白い顔してから、変わった人やなぁと思って、ほんでまあ、その体操やって、ストレッチやって、筋トレやって、ふっと思ったんですよ。あれ僕あの人、抜いてないんですよ。僕は15分間ダッシュしてるんですよ。ずーっと一本道なんですよ。誰も来ない漁師道なんですよ。ひっくり返った、ゴールした、ひっくり返った。そのまま、ちょっと3分ぐらいした時に、その人が歩いてくる。俺抜いてないよなと思って。あの人どこ行ったんやろうと思って、まあ僕そのまま山まだ上上がってるんですけど、ジョッグするんですけども、おられないんですよね。で、僕そんなん、全然怪奇現象とか気にならないから、気にはなってたんですよ。で、しばらくして、気にはなってたんですね。新聞見てたら、死亡記事が載ってたんですよ。その死亡記事に、トレーナーのあるメーカーが書いてたんですよ。そのメーカーがね、一致するんですよ。でもそれ逆算すると、どう見ても、こっちの方が、自殺した方が早いんですよ。いや、これは全く僕何を見たか分からんけど、でもトレーナーのメーカーが同じやったんです。僕は一体何を見たんかなと思って、まだそれは謎なんですけど。もうでもその先って山ですよね。山でもちろん行き止まりなんですよ。漁師道やから。その向こうに何もないんですよ。U ターンして帰ってこないとダメなんですね。で、その方行ったっきりですか？行ったきり、僕はもちろん走って行ってもおられないから。まあ、たまに山遭難する人が出てきて、僕見つけられて、どうしたらいいんですかいう方おられるんですよ。でもそうじゃなかった。いや、そこは非常に言いにくいんですけど、僕昨年の夏も、やっぱり自殺者が出られて、警察が来て、消防隊員が来て、遺体を運んでるのを見てるんですよ。何年かに1回はあるんです。そうですか。というのが僕の体験した不思議な。いや、ありがとうございます。なんかでもまあその方おそらく自ら命絶った方だとは思うんですけど、なんかそういう場所って不思議と、まあ人里が離れてるからということもあるんでしょうけど、やっぱりここで亡くなられたら続々亡くなられますね。で、京都のとある公園があるんですよ。そこも今、まあそういう自ら命絶たれる方の名所みたいになってるところが公園があって、そこでもやっぱり怪奇現象がよく起こったりしてるんで、やっぱりなんかこう引きつけられる陰の気に引っ張られるような場所っていうのがあるんでしょうね。なんでそこはもう地元の人も、ちょっとはハイキングするけど、僕みたいに奥まで行きませんから、僕は走って奥までずっと行くから、誰もおられないから、っていうことなんですけどね。でもなんか陰気な雰囲気とかはないんですか？全くないです。そうですか。全くないですね。なんか結構陰気な気持ちで陰気な場所行くと、引っ張られてそのままもう死んでしまおうとかっていう方もおられると思うんですけどね、なんか私が仮にもう人生詰まってもうこの山でと思った時に、汗かいた森脇さんが、トランクス1枚でね。トランクス1枚で、うわー言うたはったら、わー言うてます。負けるわんかーい、神様見てます頑張ろうって思いますよね。これちょっとなんか神様見てますか T シャツって森脇さんが作られたのね。そしたら住職普通仏さんでしょ。そっちは。いやいや神様も一応いますから。でもなんかちょっとこれをご覧の皆様がね、今ちょっと怪談からスタートして怪談説法っていうのをさせていただいてて、なんとなくこう陰気な怪談話を聞くんですけど、最後まあちょっと元気になっていただくという意味でいつも説法させていただいてるんですけど、なんか今のお話もそうですけども、なんかもう寝っ転がった森脇さんをこう見ると、やっぱりもうちょっと頑張ろうとか思えるとか、陽の気、だから陰の気に引っ張られるんじゃなくて、こう陽気に何でも物事考えていくように、心がけるといいかもしれませんよね。もうポジティブにね。だからなんか、もうちょっと
人生しんどいなとか、うんうん疲れたなという方、これご覧の皆様の中におられたら、汗だくでもうトランクス1枚で倒れてる森脇健児さんを思い出してですね、負けるもんかって誰かそこに猿がいますし、はいキジもいますし、鹿もいますし、わしは桃太郎がいるね。はい。はい。桃太郎で合ってます？はい犬がいるからね。犬もね、そこね。で。はい。いやでも本当にちょっと陰の気に引っ張られそうな時っていうのがありますからね。はい、あります。雨の日とかもそうですし、そういった時にはちょっと思い出して森脇さんのなんか見ていただいてね、番組とか、ラジオも流されてますしね。ちょっと見ていただいて、陽の気に変えて生活していただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで本日は森脇健児さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。